はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ご紹介するのはこちら。はい、ブールブランでございますね。白身魚とか貝類なんかにね、合わせて使うソースだったりするんですけども、まあバターたっぷり使ったリッチなね、味わいの中にもうキリッとしたね、切れ味もあって、非常に美味しいソースなんですけども、今回、ご紹介するのは、まず基本的なブールブランの作り方を覚えていただければ、まず、分離することはありません。はい、断言します。はい。で、そのね、まず基本的なやり方をお教えした上で、後半のね、専門的なところをご紹介するところではきちっとねその理論とかもお話できたらなと思っておりますので、一応ねご参照いただければで、またですね、料理も一緒にねそのままいきますので、マダイのねポワレの仕方も一緒にご紹介してで、このブールブランと合わせて一緒に召し上がりたいなと思っておりますので、早速皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料の紹介です。まずこちら、バターですね。冷たいバター用意してください。で、こちらが白ワインビネガーですね。で、こちらがワインになります。で、こちらがベルギーエシャロットと、あとこちら白胡椒のホールですね。はい、ご用意ください。で、今日はね、マダイ、ポワラにしますので、一切れ用意しました。で、こちらガヌリで、使う野菜です。こちら安納芋ですね。で、あと芽キャベツで、プチトマトで、ペコロスですね。で、ペコロスは今回、用意はしたんですけども使いません。で、こちらミニョネットにします。白胡椒をこういう感じで用意していただいて、でフライパンのねこの底で割っていきます。こんな感じで OK です。でこれをそのまま使います。こんな感じですね。でもうねそれをね鍋の中に入れちゃいましょう。で、白ワインと白ワインビネガーもそのまま入れちゃいます。こんな感じですね。でエシャロットはみじん切りでこんな感じですね。で、もうそれもね鍋の中に入れちゃいます。で、それを今から火にかけます。最初はね、軽くこう中火で一気にね、まず沸くところまでいって軽くかき混ぜたらここでぐっと火を弱めます。こんな感じですね。でここからゆっくりね詰めていきます。で水分かき混ぜながら水分をねどんどん飛ばしていきます。さあだいぶね水分なくなってきました。こうやってね斜めにしてももうね水分が出てこないくなってきましたね。もうこの状態がベストですね。ここまで煮詰めていただければ OK です。で、冷たいバター用意してください。で、まずですねここに、軽く本当にちょろっとこんぐらいですねバター軽く入れてあげてください。で、それをまずスプーンで軽くここでかき混ぜます。これが溶けるぐらいまで軽くかき混ぜます。これでね、乳化玉乳化のね元ができましたので、ここからねしっかり乳化の準備ができたのでここからやっていきます。もうこうなってれば OK です。はい。でここから、スプーンからこういったねちっちゃいホイッパーに切り替えます。ではねここからバターを入れていきます。最初はねそこまで量は入れないでください。でそこでホイッパーで混ぜて溶かしていきます。
で、今ね、火には当ててますけども、時折ね、こうやって離してあげて、ここで一気に離した時に一気に混ぜていくっていう感じですね。で、今ね、ちょっとまだ火が強いなと思ったので、ぐっと弱めていきます。こんな感じですね。もう本当に最小にしちゃって大丈夫です。で、またバターを入れて溶かしていってっていうところですね。で、この時にですね、だんだん量が増えてきますよね。そしたらこの小鍋をちょっと斜めにしてあげて、で、そこに、このホイッパーを入れてこう空気を含ませていくっていう作業になってきます。温度を管理しながらちょっと斜めにして、空気を入れていく。で、バターを入れた時に、一気に温度下がっていきますので、バターが溶けづらくなってしまうので、その時は一度五徳に火を当てて、で、気持ち温めたらまた離して、で、混ぜていけば OK です。この繰り返しになります。で、ここまでね、しっかり濃度ができました。で、ご家庭でやるときはね、もうこのままで、OK なんですけども、まあ、私はね、こうやってこして使ったりしてますね。基本的にブールブランこんな感じで、はい、この濃度ですね。しっかりつながっていて、かつね、白金に輝いていると思います。で、ここでね、塩を軽く入れてあげて、味付けをしっかりしていきます。で、味を見て OK だったら、もうこれは OK です。完璧ですね。いいですね。さあ、ガルニですね。まあ、芽キャベツはね、ちょっとこうほぐしてあげて、で、安納芋はこんな感じで乱切りにしました。で、こちらね、マダイの方は両面塩を振ってあげて、こんな感じですね。で、安納芋はね、小鍋でもうこんな感じで、揚げました。はい。これはもう冷たい状態の油からもうそこに安納芋を入れて、弱火でじっくり温度を上げて素揚げしましたね。で、芽キャベツは塩を入れたお湯にさっと入れて、でもうこれはすぐ揚げちゃいます。で、冷たいね水で一気に冷やして色止めします。こんな感じですね。はい。ではマダイのねポワレいきましょうか。軽く油を入れまして、温度が上がりましたらマダイを入れてしっかり皮目からグッと押さえていきます。で、落ち着きましたらね、ちょっとねずーっとこう皮目の方を焼いていくんですけど、この時に周りに油があったらこれはもうどんどん拭いてっちゃってください。これはね理由はまた後ほどお伝えいたします。でこうぐーっとねもう上に向かってねこう火が入っていくのがこう目に見えて分かってくると思います。でもうこの状態になりましたらくるっとひっくり返してもうね綺麗にここで上がります。でひっくり返したらまあ大体10秒ぐらいですね。皮目のところで大体8割9割ぐらいまで焼き目火入れをしていって、で裏返して10秒で、この時に皮しか焼けてないですよね。身が一切焼き色ついてないですよね。これがポワレの基本になります。油を入れてしまうと側面までね焼けてしまうので、で、こうやって軽くねオーブンで温めていただいて完成ですね。ですので基本的にねポワレは皮目だけで、8割9割方火を入れていって、でひっくり返して軽く10秒ほど身の方を焼いて、であとはオーブンで、最終調整っていうところですね。ではこんな感じでちょっとね盛り付けいきまして、で、ブルームランですね。
ではこちら、マダイのポワレブールブランソース、いかがでございますでしょうか。では、実食です。エシャロットの、酸とで、あとこのバターの油ですよね。でそれと空気のこの3つのね要素ですよね。でそこで温度管理をしてで、こうブールブランに、仕上げていくっていうのがこのソースの肝になってきます。はい。でやっぱりね言葉が出ないですよね。美味しいですよねやっぱり。やっぱりこうブールブランってこう無言でね食べ進めちゃうやっぱ魔力がありますよね。はいはい、エシャロットね。近所に売ってるわけねえじゃねえの。って今あなた思ってますよね。この動画はここからが本番です。玉ねぎでブルブランいってみましょう。はい、じゃあ材料紹介ですね。こちら同じく、冷たいバターですね。で、ビネガーとワインなんですけど、ビネガーちょっと多くなってます。詳しくは概要欄ですね。でこちらミノネット、もうこれもねもう鍋に、先ほどと同様にもう入れちゃいます。でそこに、ビネガーとワインも入れちゃいます。で、こんな感じですね。はい。で、これちょっとね冷蔵庫にあったたまたまねあったこのオイル漬けしたニンニクなんですけども、ちょっとだけ入れます。で、別にオイル漬けじゃなくて大丈夫です。刻んだニンニクで OK です。ただし、チューブのニンニクとかは使わないでください。必ず刻んだニンニクにしてください。で本当にちょっとです。もう本当にちょっとですよね。こんなもんで大丈夫です。はい。で玉ねぎですね。で玉ねぎはね同じようにみじん切りでいきましょう。こんな感じですね。でそれをもう鍋に入れちゃいます。でね先ほどと同じようにもう中火でね一気に沸かして、でここからねじっくり弱火で詰めていきます。でね、同じように水分は限界までこんな感じですね。はい、完璧です。でそこにまた同じようにちょっとのねバターを入れたら、まずは最初スプーンでね軽くかき混ぜて溶かしていきます。まず乳化玉を最初のね基本となる核を作ります。でぐっと最小まで弱めて、でそこにバターを放り込んでいきます。ただしこの時はたくさん入れないでちょっとずつ入れていきます。で、このね、入れた時に、温度がねぐっと下がりますので、その時だけちょっとね小鍋を火に当てるっていうようなイメージで、基本浮かせて斜めにして、空気を含ませていく、この基本の流れは変わりません。で、こう溶けてきたら斜めにして空気を含ませていきます。でこんな感じですね。先ほどと同様にちゃんとねつながっております。でそこにね塩を一つまみで、さらに私はここでレモン汁ちょっと入れてます。できればフレッシュのものの方がよろしいですね。で軽く温めながら攪拌して、でこのソースは
OK です。玉ねぎのブールブランです。もうしっかりね、白金に輝いてるのがわかるかなとは思います。はい。で、決してね、だらーっとすることなく、ソースがね、ちゃんと張ってるのがわかるかなとは思いますね。で、先ほどのね、マダイもね、別途ありましたので、焼いて、っていう感じですね。本日2回目のマダイでございます。うまいね。うまい。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ブールブランでございました。で、ここからはですね、ちょっとね、専門的なお話をさせてください。ちょっとね、できるだけ分かりやすい言葉を選んで、お話ししたいと思いますので、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずですね、ブールブラン、入荷っていう、言葉がね、よくこう端々に聞こえてくると思うんですけども、入荷と聞くとこう代表的なものっていうとマヨネーズっていうのがありますよね。酢とね、油で、こうね、作っていく。あとそこに卵黄を入れて、いくんですけども、この卵黄というのが要は中にですねレシチンっていう物質が入ってます。なんぞやってことなんですけども、これが要は乳化剤の役割をしているんですね。ですので、酢と油という本来、こう相反するものが、この2層のものがレシチンという乳化剤が入ることによって、乳化物質が入ることによって、つながっていく、乳化していくっていうのがまずマヨネーズのロジックです。これを二層乳化という言い方をちょっとね、ここで簡単にちょっと二層乳化っていう言葉をちょっと使わせていただきたいんですけども、この2つの要素でつなげていっております。ただ、その考えでブールブランをやってしまうと基本的にこれは崩れちゃうんですよね。で、そこにプラスアルファ温度管理も出てくるので、余計こう分離してしまう要素がさらに積み上がっていくっていうところがこのブールブランの難しいねって言われるところなんですよ。で、じゃあどうやってしっかりつないでいくかっていう時に、第3番目の物質を入れていけばいいっていうことなんですよね。で、じゃあブールブランって要は今回は玉ねぎだったり、エシャロットだったりをこうワインと、ワインビネガーの酢をねぐーっと煮詰めて、もう水分は限界まで、煮詰めます。あれも煮詰めることによって強いね酸のところに、多糖類をねしっかり成形させていくっていう、ちょっとねそこら辺ややこしい話が出てくるんですけども、まずそこが一点、強い酸を生み出すっていうところで、あそこまで水分をしっかり飛ばす。これがすごい大事なところになってきます。はい。で、まずこの酸を一つ作りましたよね。で、次に今度バターですね。で、このバターに、多少なりともカゼインっていう乳化物質があります。ただこのカゼインだけで頼って、この2つをこう合わせて乳化させていこうとすると大抵失敗します。でその時に、よくある失敗例として、このレディクションするところの水分をしっかり詰めてなくて、ある程度水分が残った状態で、バターのカゼインと乳化させようというやり方をすると大体分離しますね。結構な確率で分離するんですよね。というのがバターの中にもだいたい 15% ぐらいの水分が入っているので、余計そこに水分が入ってくるっていうところで、そこの考え方で2層、乳化させようとすると大体失敗するっていうところです。じゃあ一体全体じゃあどうやって、このブールブランをしっかりしたブールブランにさせようとするっていう考え方になってくると、そのバターの中にあるカゼインだけでは弱いんですよね。ですのでその3番目の力として空気を使います。はい。で、途中でね
QEL、スプーンから、ホイッパーに変えましたよね。ちっちゃいホイッパーに変えました。で、あれで、ちょっとね、バターのこう入っている小鍋をちょっと斜めにして、で、そこで、ホイッパーをガーッとね、かき混ぜて、空気を含ませるように私混ぜてました。で、それをすると、じゃあ一体全体、ブールブランの中に何が起こるかっていうことなんですけども、今まで、その2層入荷していたものに第3番目の空気が入ることによって、この油分ですよね。油分の粒子の間に、空気が小さい空気の気泡が入っていくので、油分がですね、並列していくんですよね。油分とその空気ですよね。で、そのことによって強固になっていって、で、かつですね、そのことによって、ソース全体が白っぽく白金に輝いてくるんですね。はい。そういうロジックなんですよ。ソースに関してはね。はい。ですので、強固なブールブランが出来上がっていくっていうところで、空気も入ってきますので、口当たりも滑らかで軽やかっていうところですよね。はい。っていうところがこのブールブランの、簡単な説明にはなりますよね。ただちょっとね一点ねややこしい話になってしまうんですけども、私ちょっと3層入荷っていう言葉を使わせていただきました。実際に本当の3層入荷、物理的な話になってしまうとナノ粒子とかを使ってくるものになってくるので、専門的なねちょっと話になってしまうとちょっと違うんですけども、あくまでちょっと分かりやすい、例えとして、酢と油と空気、この3つの層で、3層入荷という言葉をちょっとね、伝えさせていただいて分かりやすく説明させていただきました。はい。ですのでここのね3点、しっかり、混ぜ合わせていただければ簡単にねスッと作れることができます。はい。で、さらに、そこに温度管理が出てきますよね。これなんですよね。で、私温度に関してはもう正直、ガスコンロのもう火口はもう最小限にして OK だと思ってます。はい、最小にしてもらって、まずはそこで温度管理をしてもらって、できるだけ小鍋はその火口からちょっとね離した状態でかき混ぜてあげて、で冷たいバターを入れてちょっと温度下がるなって言った時にバターを気持ち温めるようなイメージで小鍋に火を当ててあげて、またスッとこう離してあげて、でまたそこに空気を放り込んであげるっていうところのことをやっていただければすごい温度管理はしやすいですね。で、冷たいバターを使うっていう理由ですよね。よく冷たいバターを使えなんて言われてるとは思うんですけども、これもですね、なぜあったかいバターがダメなのかっていうことですよね。これは単純明快にあったかいバターをこう放り込んでしまうと一気に溶けてしまうんですよね。で一気に溶けてしまって、でそこで入荷がその3層入荷とかが間に合わなくなってしまって、で、結局そこの本来入荷すべき温度だいたい58度ぐらいがベストなんですけども、その温度帯をもう優に超えてしまって、で、分離したままでもうそこからつながらないっていうような状態になってしまうので、バターは必ず冷えた状態にしてちょっとずつ入れてってください。そのちょっとずつ入れていって周りからゆっくり溶けていくその流れがこのブールブランの58度の温度帯に結構いい状態になってくるので、別にこう温度計で測る必要はなくて、その状態に、入れていくっていうことさえ覚えておけばもう間違いなく OK ですね。はい。ということでね、以上が、ブールブランのね、ちょっとね、専門的な説明でございましたね。正直、エシャロットじゃなくても玉ねぎでも大丈夫です。ただし、ちょっとね、玉ねぎとエシャロットの違いのところをちょっとね、ちょっと深掘って話するんですけども、なんで、エシャロット使うんですかっていう時に、エシャロット自体が甘みが少なくて、でかつキリッとした香り、強い香りがあって、で旨味はね、当然玉ねぎもエシャロットも同等にあるんですけども、そういった特徴があるのがベルギーエシャロットですね。で玉ねぎは逆に甘すぎるんですよね、エシャロットに対して。
ですので、あそこで私少し、刻んだニンニク入れましたよね。刻んだニンニクを入れたっていうのは、あそこでちょっとですね、強い香りを、決してニンニクの香りを入れたいっていうわけじゃなくて、ちょっとその強い匂いを、香りを入れてあげるっていうところで、キリッとさせる、まずエッセンス一つですよね。で、最後に、またレモン汁も入れるっていうところで、さらにねちょっと強めの酸を入れてあげることで、やってあげるとちょうどいい感じのブールブランに上がります。あれをもし、両方ともやらない場合はかなり優しい感じの甘いというかちょっとですね玉ねぎの甘さが際立つブールブランになってしまうので、そうなってくるとまたちょっとねお魚に合わなくなってくるんですよね。ですのでそこをちょっとのニンニクとレモンを入れてキリッとさせるっていうことをやれば間違いなくお魚にもね合うブールブランに、玉ねぎのブールブランができますので、ご自宅でもね、気軽にできるようなレシピとなっております。はい。こちらね、エシャロットがなくても玉ねぎでもね、さっと作れますし、魚のね、焼き方、基本的なポワレの焼き方も今回でね、分かっていただけたかなとは思っているので、ぜひね、両方ともチャレンジしていただけたらなと思っております。はい。はい。ということでね、長丁場ありがとうございました。はい。本当にね、ちょっと長くなっちゃいましたけどね。はい。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。